ティラドンデジロンです。今回はね、スーパーホグが登場したことで、ホグライダーとスーパーホグライダー、どっちを使えばいいんだろう、どっちのが強いんだろうって思ってる方いると思うんですよ。僕もね、ちょっと思ってたので、検証してみました。全く同じ配置に、全く同じやり方で、分量的にも同じ分量で、ホグラッシュ、クイヒーホグとクイヒースーパーホグをね、全く同じやり方で、を3種類ちょっとやってみたので、今回はこちらを紹介していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずはスーパーホグからやっていきたいと思います。クイヒーのスーパーホグですね。やり方としては2回目の方も全く同じやり方でやっていくので、シンプルにね、ホグとスーパーホグの比較として見てもらえればって感じです。はい。まずは、突イエティをして、援軍とか、援軍ちゃうわ。投石区画を落としていき、ここにレイジまで打って、裏のね、シングルインフェルノの方をね、天才で折っていきます。で、イメージとしてはタウンクイヒーをした後に、12時の方からスーパーホグを流していく感じ。これホグラッシュの時も全く同じ流れでやっていくんでね。ちょっと2回目の時はこの辺と、2倍速ぐらいでやるかもしれないです。はい。1回目なのでちょっとどういうルートなのかっていうところをまずはしっかり見ていきつつ、もういいな、ここはやっぱり。嘘です。ちょっとキング処理ぐらいまではね、飛ばしていきましょう。はい。今回のね、議題はクイヒーではなくスーパーホグとホグの比較なんでね。微妙にちょっとね、その場その場でアドリブというか、全く同じというよりは、この方がいいなっていうところを少しずつ変えてやってってる感じにもなるので、その辺ちょっと、正確には全く一緒になってないかもしれないんですけど、ちょっとその辺はご了承くださいという形で。キングぶっ飛ばしつつ、ロイヤルチャンピオン添えて、ロイヤルチャンピオンとね、キングで投石区画を見つつ、上からホグラッシュ展開というような流れになります。スーパーホグちょい出しして、こんな感じで、4刀流ドカドカドカと、やっていきました。はい。で、ここから合流して、クイヒーの方も援軍当たったりとかいろいろしてくるので、両方見つつ、ここで初手トームかましていきます。援軍の方がね、今回スーパーホグの方に刺さってしまってるのと、ロケバルは結構きついので、陸のユニットで受けるには、ここ一旦ステイさせつつ、ここね、ヒールもフリーズも特にないんですけどね、伸びがえぐいんですよね。マルチインフェルノに対して、やられるんですけど、結構、ホグと違って、ライダーと豚に、なんだっけあいつ、下のやつ、ホグに分かれるので、それによって、伸びがえぐくて、残ってるユニットの量えぐくないですか、これ。外周部なんか、10日弊社みたいな感じでね、ライダーウィザードがぐるぐる回ってくるし、回収のウィザードと一緒に。結構な余力を持っての全開になったかな。クイヒの方はそんなにね、いい形ではなかったんですけどね。続けて全く同じやり方で、今回ホグでやっていきます。ここもね、さっきと同じような展開になるので、最初の方はちょっと2倍速ぐらいでいきましょうか。さっきよりもね、ホグの方がいいです。これ先に天才打ったので、エアス受けずにね、突イエティが奥に入ってます。ちなみにイエティの方も新レベルが出たことで、今までのイエティよりもちょっと強いかもしれないですね。感覚的には、イエティは強いかもしんないというか、もう完全に強いですね。はい。この辺も全く変わらず、クイーン動かしていって、いろいろやっていくって感じですね。で、さっきのアタックよりも、今回おでんの竹取った方がいいなって感じだったので、クイヒーの方で竹取って、ギリギリなんだけど黒く吐かされちゃって、あーんとか思いつつ、さっきちょっとね、キングが緩くなっちゃってきつくなってたので、キングの進行、この辺もね、本当はサポートユニットもうちょい積んで、うまい感じに誘導する方が強いなって感じたんですけど、援軍の方はね、今回は、クイーンの方で拾うことができましたので、どっちかっていうとこれホグの方がね、いい進行にはなっちゃってるかなって感じではありますが、さあ、ここでホグラッシュスタートです。当然ね、マルチインフェルノから攻撃受けるんですけど、ここは DG が一回止めてくれてもなかったね。さっきはここでトームが奥で使えるようになりました。さっきとちょっと援軍の当たり方もあるので、ちょっと厳密には比べらんない感じなんだけど、この配置に関しては、もうクイヒーホグというものがそもそもぶっ刺さってたイメージですね。クイヒーホグの方もスーパーホグの方も両方関係なく圧倒的余力を残しての全開になりました。ちょっとまだ比較はできなそうですが、これに関しては、両方強いユニットだというのが分かりましたかね。どうなんだろうね。ホグもね、このホグルートに巨大爆弾が全くないっていうところで伸びてるのも要因の一つかなと思います。続けてやっていきたいと思います。今回は天才じゃないですね。
まあ、さっきのも結構わかりやすかったんですけど、巨爆が全くなかったっていうところで、まあ、ホグライダーでもスーパーホグでもちょっと比較がしづらい感じだったかな。巨爆が増えるとやっぱりホグとしてはきつくなるんじゃないかな。HP 的にも1回死んでももう1回出てくるスーパーホグの方が巨爆に対しては強いと言えると思うんですが、まあ、ヒールを積んでないっていうのもね、今回編成の特徴の一つとしてありますかね。まあ、この辺が変わってくるとまたホグとスーパーホグの比較にどうなんだろうね。スーパーホグヒールいらないと思うから、まあ、ホグだとヒールが必要とかそういう展開も生まれてくるかもしれないですね。さあ、今回は天才ではなく、シューター型のタウンホールクイヒーをやって、3時の方からホグ展開していく感じですね。後々投石機のところにキングを入れるようなイメージで作っていきました、今回は。さあ、スーパーホグの方からまずはやっていきます。さあ、ホーミングしっかり拾いつつ、マルチインフェルノがね、レイジタワー入ってるので、ここは一旦ヒーラーも延命する意味合いで、ここはかけて、レイジ乗っけて、タウンホール打ちつつという流れですね。で、バルーン出したらベビドラ出したらバルーンが出たので、ここはね、ちょっとね、次のアタックも、このテスラには同じ対応をします。はい。初見想定というイメージで。援軍固めて、キングを入れて、レイジ置いて、ラバハウンドと当たりつつモノリスも食らうので、適度に、まあ、いいタイミングでフリーズモノリス刺していくようなイメージですね。うん。で、キングの方がちょっとリクスケ捕まりつつ、一気のフィストからのスーパーホグ展開になります。まあ、サイドカットというかそういうユニットも3時に作りつつ、キングの方がね、ちょっとリクスケとかいろいろ捕まって苦しくなってましたね。ウォールブレーカーなんかこのよくわかんない壁たげりつつ、さあ、ここも巨爆が見えたのと、ルートがちょっとぐちゃってはいるんですけど、キングが残した部分がやっぱこうなってくると重いですね。さあ、本体部隊進んでいきつつ、一旦フリーズここ打つかな、確か。うん、打っていって、マルチインフェルノと対地クロスのところ固めていって、数で押せる、このね、マルチインフェルノがそんなに怖くない。まあ、怖いは怖いけど、ホグライダーほど怖くないなっていう感覚で、残ったユニットもこうやってね、外周流れたライダーウィズがね、強いんですよね。なんか気づけばこれもインビジブル残しての全開で、まあ、スーパーホグ強いなって感覚での全開だったです、僕は。さあ、同じルートホグラッシュやっていきたいと思います。ちょっと食い火のところはね、同じところになってくるので、少し倍速で見ていきましょうか。2倍速ぐらいにしとくか。あ、同じですね、作りは。まあ、変わらず作れるところがいいですね。食い火ルート安定するね、これね。シューターとかもなんか上振れるとかないから絶対。ちょっとね、このストライカーによってリクスケ釣れたり、援軍釣れたりみたいな、この辺はちょっと動きによって変わってくるよね。ストライカーって動き変だよな、相変わらず。ベビドラバルーンも同じ対応して、そろそろやっていきましょうか。この援軍の当たり方もね、ちょっと微妙に毎回、本当はね、全く同じようにやっていきたいんですけど、当たり方がね、変わっちゃうんで、少し変えちゃいました。はい。確か変えた。うん、ここは黒く使って、当たり方がね、さっきより良くなかったんで、まあ、ラバ処理だけでもやっていきつつ、フリーズかけて。まあ、逆に言うと、キングの方にリクスケがないっていうところでね、ここはキングが非常にさっきよりもやりやすくなってるところかなという感じですね。サイドカットのサージカルホグが刺しやすいのは通常ホグの強みかなと思います。キングも巻き込むようなトームをぶっ飛ばしていって、ホグの強みはやっぱ数が多いことですね。シンプルに。それによってサージカルホグをね、サイドのところ投げれる。こういった強みがあります。スーパーホグもね、やっていきたいんだけど、数として少ないので、使っちゃうとね、やっぱり火力が落ちちゃうっていうところがあるので、あんまり投げづらいので、スーパーホグと通常のホグ両方用意しないとサージカルホグとかやりづらいのかなって印象でした。ただ残った余力としては、ホグの方がさすがに少なくなってますね。とはいえ、ホグの方もしっかり全開を取ることができて、まあどちらでも機能するという形でしょうか。さあ最後の配置ですね。こちらは突イエティ型のスーパーホグから行きましょうか。ここでね、ようやく決着がつきます。決着がつくといってもね、この配置に関してっていうのもあるんですけど、
こういうマルチインフェルノプラス対地クロス、この区画が結構シンプルにホグ強いね。ホグに対して強いっすね。レイジタワーがかかっててダブルマルチ。クイヒーラバルだったとしてもバルーンパートがかなりきつくなるし、ホグでも結構きつくなるポイントっていうところで、今回ちょっとね、工夫というか、秘書権で攻めていった感じになるので、ここがちょっときついので、スケルトンの呪文とちょっとね、ちょいほぐしてカットするようなイメージで、事前にリクスケをアーチャーで釣っております。この配置に対する攻めではなく、ホグとスーパーホグの比較をしたいので、そういうやり方でやっていきました。ホーミングチェックとかもやりつつ、流していって、援軍をホグで釣っていきます。この辺はちょっと都度ね、どういう状況になったかって感じで、このホグだけはちょっと援軍釣り用のホグとして通常のホグを持っていきました。ちなみにね、これスーパーホグの方はね、一発目のアタックですね。1分の1でしっかり全開が取れた形になります。ちょっとこの辺倍速で援軍処理やらせつつ、キングと当たって、そろそろホグの準備ができそうかなって感じになってくると思います。さあ、スケルトンの呪文使って、スーパーホグのサイドカット、本命ホグを使ってっていう形で2通り、ルート整備のようなイメージですね。こういう対策された配置のところにも、ライダーとホグでもう一回戦えるのが強いですね。さあ、ここで集まってって、一気のトーム。さあ、レイジもこっちに打ちつつ、フリーズをマルチインフェルノ、第1クロスの方に打っていきます。で、キングでタウンホールを取って、こういったごちゃごちゃして高火力のところ、ホグだったりいろいろ何でもきついと思うんですが、ライダーの方はね、HP も高く、2機目があるというところで、死んだら終わりじゃないっていうところでね、ここもしっかりと貫通ができていきました。結構きついんすよ、これ。この区画が。でもスーパーホグだと突破してくれるみたいな。今回はちょっとサイドカットでユニット使ってるので、その分火力が落ちてるようなイメージになるんですが、なんとかロイヤルチャンピオンの延命をね、最後までできる感じになったので、前回を取ることができました。ライダーとかも真ん中クランジョを勝ち割って回収してくれてますね。数としてはかなり微妙になりましたが、結構厳しめの配置を選んでギリギリを見たかったので、ギリギリの配置を選択していきました。ギリギリの配置のギリギリのやり方を。最後はクイヒーホグを見ていきたいと思います。序盤は同じ流れなので少し飛ばしていきつつ、さあ、事前に援軍釣ることができて、こっちのがね、早めに釣れていい流れではありますね。さあ、この辺全く同じですよーって感じで進めていきつつ、そろそろホグのパートになってくるので、はい、スケルトンからのホグ。一応バルキリーもリクスケ対策用において、本命ホグライダー展開していきます。ちょこちょくホグも追加してという流れで。サイドカットのホグも結構やられちゃったイメージがありますが、かなり綺麗にルートは作ることができましたね。レイジもこっちに置いて、ホグパートの方も、この綺麗に内側進めて、全く同じ流れでここもフリーズをかけていって、キングをタウンホールに合わせていってというところです。さあ、マルチインフェルノがね、レイジタワーかかってるっていうところで、ここはかなり強いんですが、このテスラモリゾーンもね、ちょっと、ホグよりもスーパーホグのが進みが良かったイメージですね。さあ、ロイヤルチャンピオンの方がむき出しになっていきつつ、この辺ってまだね、さっきはね、スーパーホグもちょいちょい残って、ライダーとかも生き残っての展開だったので、生き残ってはいたんですが、ギリギリここで、ユニットたちも残ってしまい、このテスラが残ったところがね、さっきとの違いなんですが、スーパーホグの方がこの辺を突破できたっていう感じかな。さあ、今度は時間切れで、これは前回まで届かずというところで、結果からするともう一回やれば多分普通に前回は取れると思うんですけど、火力として、ちょっと普通に高火力のところに突っ込む分には、スーパーホグの方が当然ですけど、耐久力は高いというイメージなので、そういった配置に対してはスーパーホグの方が刺さりやすいかなっていうところで、逆に広いところでサージカルホグとかちょこちょこ刺していくようなスタイルには、ホグの方が進みが早いかな、強いかなっていう印象です。ユニットの枠数として多くなるんでね。同じ火力ならスーパーユニットじゃないホグライダーの方が優秀じゃないかっていうね、
そういう形でもあるかなと思います。クイヒーホグだとね、スニゴブもサイドカットに使えますからね、スーパーホグの弱点はスニゴブが使えないところなので、そういったところもあるし、レジェンドリーグだとなかなか使いづらいのかもしれないですね。とはいえ、普通に火力としては、ホグと同じぐらいか、それ以上の耐久力があるって考えたら別になしじゃないなっていう感じですね。個人的にはちょっとスーパーホグでもっと攻めてみたいなと思いました。非常に強かったです。これからね、いろいろ研究されて強い使い方とかね、ホグとスーパーホグどっちのが強いのかとかもいろいろ使い分けとかもしかしたら出てくると思うので、分かったりとか、そういうの進んできたらまた動画にしていきたいと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。さらっ